ちょっと飛躍してるてんてんてんまあ本はすごいいろいろ書いてあるけど優しいなと僕は思ったわけですよ。戸田先生だとか池田先生のこの書かれてる書き方でも忖度なしに言うとですよ、僕レベルの解釈、どうぞどうぞ。てめえの小さい目とそのちっぽけな体で若たきになるなと、俺ら宇宙の一部だぞ、それをいい加減気づきなさいよって言われてるだけの話なのでそう厳しく受け止めたってことだよね、山本君としては。僕はね。では今回ね、河本、僕は一生懸命これで仏法を勉強しまして、目指すところといったらこうね、境界高めて悟りじゃないけども、悟り、まあ本当ね、人間革命ってとこを目指す、っていうのが創価学会のね、新人の一応やってる理由というか、目指すところじゃないですか。大きなとこですね。だから最終的には周りからはすごいなとか思われるような感じになるとは思うんですよ、最終的にはね。で戸田先生もまたしかりだったってことなんですよね。だから創価学会の会長、仏教の指導者ってなった時に、やっぱ超越的な存在だって思われがちなんですよ。まあそういうもんだろうね。当時の学会員さんも、そういうふうに思ってた人いるだろうし、周りの人もそんなふうに思ってるような人もいたっていうようなね、いう中でどういう対応したらいいのかってことでね。気になるな。前山本君はそうやって思われたいって言ってたから言ったそうやっていずれ見られるかもしれない。そうなった時に、いい気分になったら退店しますよって前話しとったけど、その時に今の感じだと、いい気分になるんだろうなって感じになっちゃうんですねその中でどういう対応したら対応すべきなのかというかね、いうところが次の内容ですよね。大事だな。そう思われちゃいけないんですよ、だって自分はできないと思っちゃうから。なるほどね、その人も自分と同じ境界にさせたいって思ってるわけですから、創価会の会長は、そういうことね。ここがポイントですよね。いきましょう。はい。私は立派な凡夫、戸田先生。遠藤、戸田先生は言われています。もし我々が南無法蓮華経を修行して菩薩だとか、あるいは大菩薩の位だという位がついたらおかしなものでしょう。今末法に至って今日蓮だとか大菩薩とかがいるわけがない。そんなものがいればお化けですと。池田、そういえば戸田先生に向かって会長さんは生き仏なのでしょうと皮肉っぽく聞いた新聞記者がいた。先生は冗談ではない。生き仏が生魚を食ったりウイスキーなんか飲んだら大変なことだ。そんなものはいませんと可可対象されていた。私は立派な凡夫だ。自分を神だなどという宗教の教祖はインチキだともよくおっしゃっていたものです。斉藤、人間以上の人間はいないという断固たる信念ですね。常々池田先生に教えていただいている仏法の人間主義がどれほど重要な21世紀の宗教の条件であるかを改めて実感します。池田、宗教だけではない。権力者も自分を人間以上に見せかけるために権威づけとして宗教を利用することが珍しくない。聖職者にせよ権力者にせよ、人間以上とか特別な人間のふりをするとき、民衆は悲惨な目に遭わされる。これが歴史の教訓です。魔女狩りやヒトラー、スターリンの例を引くまでもない。以前にも引いたが、パスカルの言葉はこの悲劇の本質を鋭くえぐっています。人間は天使でも獣でもない。不幸なことは天使を気取ろうとする者が獣になり下がってしまうことだ。遠藤、天使、人間以上のように気取る者は獣、人間以下の振る舞いをするに至るということですね。この観点から発釈憲法を考えますと、どこまでも人間、釈尊に即して離れずに永遠なる大生命を開示したところに意味があると考えられます。池田、哲学的に言うならば、今の現実から離れずに永遠を見よ。内在に即して超越を求めよ。その場にあって宇宙的なものを開けということになるでしょう。これが発釈憲法の心なのです。ということで、天使のように思ってた人が実は裏では偉いことやってたみたいな、世間から尊敬されている人が裏では偉いもの獣以下みたいなことをやっていたみたいなことは昔からよくある話で、この SNS 時代になってようやく暴露みたいなことがされるようになって、その化けの皮が剥がされるみたいな
人が最近出てきたっていうことですよね。ほんの数十年でしょうね。インターネットが出てきたっていうこのテクノロジーのおかげってすごいあると思いますよ。この5年ぐらいでえらいニュース出ましたでしょ。この人がこんなことやってたみたいなこと。ああいうことですよ、簡単に言うと、それさえバレなければ尊敬される権力者だったわけですよ。日本だけじゃないけどね、世界各国にこんなことあったってことがあるわけだ。これは今でも言いますわね。あるでしょうね。悟ってる風に見られるように努力するんじゃなくて、根本から人間革命するんだっていうのが、本当の宗教であって我々がやってることですよ、これ。そうね。でその悟りってものがどういうことなのかって言ったら、どっか遠くにあるもののふりするっていうんじゃなくて、っていうかね、今この場で永遠を見るっていう、この瞬間に永遠を見るっていう、永遠の場所に行って今を見ないとかじゃなくてっていう、一見矛盾してるようなことですけど、メタ認知せよってことでいいんかな。最近のあれで言ったらもうちょっと俯瞰して大きく物事を見れるようになって、自分自身の感情だとか今の振る舞いをちょっと一歩引いて自分を見れるような、そんな境界に一回なりましょう。現在地把握をしっかり行えるかどうかっていうのは大きなとこかなと思うんですけど、自分らしくね、その自分の現在地っていうものが、本当はどこにあるのかっていうことをするには相当なメタ認知が必要なんで、そうね、多分偉くなっていけばなるほど、役職が高くなればなるほど、そういうのって大変になるんじゃないかな。ダメなんですかね。じゃなくてこんなこと起こってないよ。厳しいです。厳しいです持論本は症状と大乗を統合。斉藤、症状教とか言大乗教はどちらも真摯なアプローチを重ねてそれなりの思想的成果を残したものの、結局は変派に歪んでしまった。受領本の保釈憲法によって初めてこの両者を大きく統合することができたのですね。池田、そう人間釈尊に帰り、なおかつ永遠の仏という神格化以上の深い宗教的世界を開いた。人間に即しつつ、人間が人間自身を無限に超えゆく道を開いたのです。斉藤、そう考えると私たちはとかく永遠の仏が明かされたという憲本の側面だけを重視しがちですが、保釈の面が大事であると。保釈には人間釈尊にどこまでも即していく、つまり具体的現実的な人間を離れず、そこに真実を見出そうとする決意が感じられます。池田、発とは開くという意味です。釈を開くというのは、例えて言えば太陽を覆っている雲を取り除くことです。雲を除けばさんさんたる太陽の光が現れてくる。これが本知です。雲があるからといって他のところに太陽を求めるのではない。そこを離れないのです。そこに本知があるからです。須田、人間に帰れというのは分かったのですが、ただ実際には永遠の仏とか上重視説法の仏と言われてもピンとこない人が多いかもしれません。人間を超えたスーパーマンのような感じに取られかねないと思うのですが。遠藤、実際一般の仏教学でも持論本の釈尊はほとんど神格化して扱われています。池田、だからこそ大聖人はご本尊を表されたのです。これ以上の現実はない、具体はないのです。大聖人は私たち末法の凡夫がご本尊に妙法を唱えることで上重視説法の仏と一体になれるようにしてくださったのです。忍法一家のご本尊です。忍の側面は久遠願女の自由法身如来、法の側面は字の一年三千です。だから戸田先生は久遠願女の仏のことを一年三千様とも言われていた。ご本尊を従事し光線ルフに戦うことによって私どもの生命に上重視説法の永遠の仏が予言してくるのです。戸田先生は受領本のこれよりこの方、我は常にこのシャバ世界にあって説法を教消すの教文について、大宇宙即ご本尊ということであり、南無法蓮華経の生命は久遠以来大宇宙と共にあるということですと言われていた。そしてご本尊を拝み参らせてご本尊の生命をこちらへいただくと、我々のこの生命それ自体が南無法蓮華経というものなのですから、ご本尊の力が我々の方に
ぐーっと出るのであります。すると世の中のことを見ても大きな誤りがなくなるのですと。難しく感じる内容でございましたか？まあそうっすね。永遠の仏とか常住死説法の仏と言われてもピンとこない人が多いかもしれませんっていうことだったんですけど、これその身のことですよ。その身。34の否定で言ってたその身のことだし、仏界のことだし、南無法蓮華経のことなんですけどね。それを違った言い方をしてる。永遠の仏とか常住死説法の仏っていうのは、結局同じこと言ってるんですけど、だからスーパーマンみたいな感じで捉えるとかいう擬人化するみたいなのも違うし、そうね、人間を超えた超越的なものみたいな感じで捉えるのも違うっていうか、そういうものが一人一人の胸にありますっていうことなので、でそれを引き上げるっていう、ある意味潜在意識みたいなものだとしたら、例えたとして、それをこう自意識のところまで持ってくるみたいな感じっていうかね、意識のあるところまで持ってくる、でこれが合致みたいな感じなんですよね。常住死説法の仏と一体になれるようにしてくださったみたいなことを書いてあるじゃないですか。一体っていうのは要するにそういうことですよ。無意識的なところ、意識的なところと、合流するというか、これ融合するというか、これは人間革命と言われるもので、悟りって言われるものなんですよ。ちょっと飛躍してる？なんて言えばいいか分かんないけどいや、ここはとりあえずスルーしますけど、発釈憲本、今の話で言うと本を表すっていうのは、本っていうのはもう、今潜在意識っていう例え方しましたけど、それを表す。発釈っていうのは意識的な部分ってもう言えるかもしれないですね。本当の自分の最強の生命っていうか、いうものを意識的なところに示す、開く、現実と理想というか、なんていうんですかここに私たちはとかく憲本の側面を重視しがちだけど、発釈の面が大事だっていうふうに言われてるんですけど、じゃあ身近なところでちょっと言いますと、座談会とかだと人間的なところを重視 しすぎてる感じがして、憲本の部分をもっと出してた方がいいんじゃないのかなって俺は思ってるんですよ、日々。もうちょっと本質的なというか、人間は大事なんだけど、人間釈尊は人間として見ると大事だけど、憲本の部分も大事だっていう、でそれは当たり前のことなんで、でも憲本の部分を重視しすぎるとあまりにも宗教臭くなっちゃうっていう、でも宗教臭くなるからってそこから目そらしとったらただの町内会になっちゃうね、これ何のための集まりだろうってことになっちゃうね。おい、町内会に失礼だぞ。いや、町内会も楽しいは楽しい。町内会楽しいよ。人間革命するための集まりじゃん。そうなの。町内会は仲良くしようとかいう感じでしょ。町内会も町内会大事だよ。バカにしません。町内会も大事だけど、座談会の本当の意義は何だろうかってことですよ。開くためだよね。そういろいろと。それも大事だけどっていうね。町内会ではない。町内会ではないね。憲本の部分をどうやって開いていこうかっていうことをね、試行錯誤しないと若い子興味を持たないんじゃないのかなって話ですよ。町内会に行くわけじゃないんだから、悩みを持って解決したいと思って座談会に勇気出していくわけだ。そこだよね。そしたら憲法の話がなかったとか、普通の話っていうか、して終わるんだったら何だったんだろうってことになっちゃうっていうかね。人とのつながりっていう意味では大事かもしれないけど、コミュニケーションはね、一応入り口っちゃ入り口だからね。宗教の話がなかったら何のためにいたんだろうってことになっちゃう。そうよね。で、僕なりにこう思ったっていうか感想ですよ。感想というか要約というか、本はすごいこういろいろ書いてあるけど優しいなと僕は思ったわけですよ。この書き方だとか、戸田先生だとか池田先生のこの書かれてる書き方はすごい優しいな。本っていうのはここの今法華経の知恵ねに書かれてる本の内容が優しく書かれてるなと。そう、今読んでる感じだと優しいなっていうふうに思いましたわ。でも忖度なしに言うとですよ、僕の今の解釈、僕レベルの解釈。どうぞどうぞ。てめえの小さい
目とそのちっぽけな体で若たきになるなと、俺ら宇宙の一部だぞって、だって宇宙っていうかこの地球で生まれて、地球で朽ちてて、それが生命でしょうにって、それをいい加減気づきなさいよって言われてるだけの話かなのでそう厳しく受け止めたってことだよね、山本君としては。僕はね、もうでかい大生命の中のほんの小さな一瞬の一部だっていうことを気づけと、人類。ちゃんとメッセージは届いてるんじゃないですかね。だから山本君にはあんまり、だけどきつく言われるとびっくりしちゃって、聞けないっていう人たちが大半だと思うので、優しく言う時は言うわけです、厳しく言う時は言うけど、もう僕はそんな感じなのかなって思いましたけど、いや今の難しい内容を聞いてそういう感想が出てくるんだったら次進めそうな感じですね。大丈夫？大丈夫だからさっき俺が言ってたことわけわからなかったと思うそのうちなんとなくことになるんですよこれ、大丈夫っていうことでね、今日濃かったんで一旦ここで決めますか。そうね、乱暴な感じで締めくくっちゃったので僕のざっくりした解釈なんで、率直な感想で大丈夫ですよ。もっとそういうのくださいってことで。そうですねまあこんなもんで、はい、お疲れ。おつもと。